こんにちは、ぬいこです。今回はこちらの男物の浴衣をかぶって着るタイプのブラウスにリメイクします。まず最初にこの浴衣の横幅、身幅を確認をします。前身頃は脇からここに奥身と呼ばれる細い生地があります。ここまでの距離を測ります。31センチです。後ろ幅も測ります。脇の縫い目から後ろ中心まで約32センチです。1周126センチとなります。その寸法でかぶって着れるか、肩が通るか、バストやヒップにゆとりが適度にあるかどうかを確認をしてから作業をしていきます。次に着丈を決めます。浴衣を試着して好みの着丈で印をします。横向きに置いています。私は59センチのところを仕上がりにしますので、縫い代を入れた62センチのところで印をしていきます。線が引けました。奥身の部分は線は引いていません。こちらを裁断しますが、その前に一度襟を外してしまいます。では、肩当てと呼ばれる当て布も外します。奥身も外します。背当てと奥身が取れました。背当ての中央は後ろ中央の縫い目と一緒になっていたので、ほどけています。ほどいた時に生地が裂けてしまったので、裏から接着芯を当ててアイロンで補強してあります。裾の切る位置で裁断をしていきます。襟ぐりを決めていきます。今回はあまり広い襟ぐりにしたくないと思っているので、後ろ中央に空きを作っておきます。空き止まりの位置は生地の端から14センチのところです。ほどけているので14センチのところまで返し縫いをして縫い足しておきました。襟ぐり線を引いていきます。2枚一緒に裁断をするので、背中央で合わせて平らにして重ねます。脇が縫われているので平らにしづらいですが、この辺りが平らになっていれば大丈夫です。襟ぐり線は縫い代5ミリを含んだ線で引いていきます。後ろ中央の上端から3センチのところに印をします。肩の位置は布端から 8.5 センチのところに印をします。切り込みギリギリぐらいかと思います。前中心は布端から 7.5 センチのところを印をします。ではこの点をつないでいきます。中央からの線は必ず中心に対して直角水平方向に出します。この線を肩の襟ぐり位置につなげていきます。ここはカーブでつないでいきます。前中央も水平方向に出します。こちらと肩をつなぎます。後ろから前にかけてなだらかに進むのが縫いやすいので、水平線につながるような感じでつなげていきます。では2枚一緒に裁断をしていきます。待ち針で留めてから裁断をしましょう。では前中央を縫っていきます。縫い代1センチで上から下まで平行に縫っていきます。最初と最後は返し縫いをしてください。手縫いの方は縫い目2ミリから3ミリで5センチぐらいまで、毎回返し縫いがいいと思います。その後は並縫いで大丈夫です。最後も5センチぐらい毎回返し縫いをしてください。
前中心が縫えました。縫い代は割っておきます。では後ろの空き止まりのところを始末をします。縫い代を割ってその延長で折った状態にして折り目から8ミリぐらいのところを上から縫ってきます。空き止まりの高さまで縫い進んだら空き止まりの真上を通って横切ります。ここは力がかかるところなので一度横切ったらもう一回帰ってさらに進みます。計3回縫います。その後反対側の8ミリのところを上まで縫って返し縫いをします。手縫いの方は並縫いで縫ってきて空き止まりの横の部分は返し縫いをしてください。ただし裏側に重なるような感じ、表は普通の針目が見えるようにしてください。空き止まりのステッチが縫えました。襟ぐりを始末していきます。後ろ空きは左側にボタン、右側にボタンループをつけます。ボタンループは共布で作ってもいいですし、細めのテープを代用しても構いません。共布で作る場合は耳を利用して作ると作りやすいです。はぎれの耳の部分を使って短いと作りにくいので8センチぐらい準備をして三つ折りをするので出来上がり5ミリぐらいが良いので 1.5 センチほどで切ります。切った切れ端が中に入るように三つ折りをします。表側が耳になります。耳の端から1、2ミリのところを端ミシンをかけてください。テープのこの長さはボタンの直径により変えますが、このボタンは 1.2 センチの直径です。テープを折ったこの内側のテープの端から境目までの距離が直径よりもやや大きめ 1.5 センチで今針で留めています。必ず通るかどうか確認をしてみて調整をしてください。長さが決まったら仮留めをしておきます。襟ぐりの端はバイアステープで始末をします。こちらの縫い代が約6ミリぐらいです。6ミリの縫い代で布端同士を合わせて縫いますので出来上がりが6ミリ下です。6ミリ下ギリギリのところにループの端っこが来るように位置を決めて空き止まりのステッチと同じ位置を縫っておきます。襟ぐりにバイアステープを乗せていきます。一番カーブがきついのが後ろから前にかけてのこの部分です。バイアステープはカーブにしやすいテープではありますが、まっすぐな状態になっているので、この時点で少し外側を伸ばす感じで癖付けをしておきます。今軽く引っ張っただけですが、少しカーブが出てきました。襟ぐりの似たカーブが描けるように癖付けをしておきます。アイロンで癖付けをしても構いません。外側を伸ばす感じで、内側は縮める感じで癖付けをします。癖付けができました。布端から6ミリぐらいが出来上がりなので、そこで馴染むように置いています。布端とテープの端を合わせます。折れをまっすぐにして合わせていきます。端っこは1センチほど余らせておきます。折れ目の真上を縫っていきます。手縫いの方は1針おきに返し縫いをしてください。縫えました。端の縫い代は内側に折りたたんでくるむようにして倒していきます。少しテープが控えられて表地がちらっと見えるぐらいの状態、襟ぐりのカーブを
引っ張ってまっすぐにして留めていくと釣り合いよく留めることができないので、出来上がりのカーブの状態に持ってきて収まりのいいところでテープの外側を留めていってください。待ち針で一周留めたら一度表側から見て生地が余ってないか確認をしてください。特に肩の周りあたり一番カーブがきついので落ち着いているかどうかを確認をします。しつけをかけてから縫っていきます。縫う位置は空き止まりのところ、短い距離をしっかり縫ってから襟ぐりの外側を縫って、また空き止まりの端をしっかり縫っておきます。縫えました。ではボタンをつけます。ボタン位置はループのこの端の位置につけていくので、高さを合わせて印をしておきます。ボタン付けはミシン糸2本取りか手縫い糸2本取りにして縫います。玉留めをしたらスタートの付け位置のところに出るために少し遠くから入って出ます。軽く引っ張るとプチッといって玉留めが中に入りました。このまま引っ張ると玉留めが抜けてしまうので小さく返し縫いをしておきます。これで玉留めが抜けなくなります。ボタンの穴を下から上、反対側を上から下に通します。先ほどすくった中心の位置と同じ位置に小さくすくいます。この時にぐっと糸を引っ張らないように少し斜めに浮かせた状態で糸を緩めておきます。この状態でもう一度同じところを通ってすくいます。3回目ボタンの穴を通ります。最後はすくわずに3回目はボタンの余ってる糸にボタン側から生地の方に向かってぐるぐる巻いていきます。今4回転ぐらいしました。最後の1回転はこの輪の中に針を通してしまいます。巻いた糸がずれないように親指でまだ留めています。一番生地寄りのボタンの足の一番下でぐっと引っ張ります。最後の止まりの位置が生地の近くで止まっているとしっかり足が立ってきます。足のすぐ下を通って後ろ側まで貫通させます。ずれないように一度小さく返し縫いをします。緩まないようにします。ここで玉留めをしてで玉留めを中に隠したいので今出ているところの近くから入って少し遠くから出ます。最後軽く引っ張るとプツッといって玉留めが中に入りました。で糸を切ってボタン付けの完成です。生地とボタンの間の糸のぐるぐる巻いたところを足と言います。この足の高さは引っ掛けてくるものの厚さに合わせた長さにします。動画が長くなってしまったので次回に続きます。